はい、皆さんこんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。吉野井です。今回の動画は前回に引き続き人物の顔を描きます。前回の動画では人物の顔を正面から捉えて描きましたよね。そしてそこに V 字ラインを使って顔のプロポーションを正確に描くということをやりました。さあ今回なんですけれども、人物の顔はやや斜めを向いています。それから視点もですね、ちょっと人物の顔を下から見上げる感じなんですね。そういった場合にも V 字ラインを使って描けば顔のプロポーションが正確に簡単に描けます。それを皆さんにお伝えしたいと思います。それからもう一つ、髪の毛の描き方。髪の毛、通常白い背景であれば鉛筆の黒い線を使って一本一本描けば簡単ですよね。ですけれども今回は背景が真っ黒です。そして光がやや後ろから当たっているので、人物の髪の毛というのは光が反射したり透過したりしているので、白い細い線となって現れています。その細い白い線が黒い背景の前に何本も重なっているっていうのを描くのは、鉛筆デッサンで描くとなるとこれ結構大変なんですよね。ですけれども今回皆さんにお伝えする描き方を使えば簡単に描くことができます。ということでこの動画最後までぜひご覧になってください。このよしアートチャンネル、楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために画材の使い方、それから絵の描き方など様々なアートな情報をお届けしています。興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから高評価もいただけると嬉しいです。人物デッサン、行ってみよう。今回もフリー素材の写真を使って描きます。ではまず正中線と目の構造線がどうなっているのかを見てみましょう。青い正中線は顔の凹凸にぴったりと沿った状態です。目の構造線は下から見上げているので楕円です。さあ目、鼻の位置などをしっかりと捉えるために少しシンプルに考えてみましょう。頭のてっぺんから顎までを一本の直線で結んでしまいます。ただし眉間と顎の中心を必ず通るようにしましょう。2分の1のところに目の角度に合わせた線を引きます。まぶたの上の位置がこれでしっかりと決まりました。さらに4分の1のところに線を引いてみると、鼻の付け根の下側がちょうど当てはまります。さあその4分の1のところから目尻に接するように V 字ラインを描きます。目尻から目頭を結ぶ線を描いてまぶたの形も捉えましょう。今ピンク色の逆三角形の形が出てきましたけれども、この三角形と同じ形が自分のデッサンの中にもあるかどうかってことを確認するっていうのも正確な形を描く上での一つの手助けになります。そっか。これは前回のよしアートチャンネルその10で描いたものなんですけれども、なぜ僕がこの三角形にこだわるかというと、人間の顔の特徴って目、そして鼻、この三角形のバランスがとても大事なんじゃないかなと思うんですね。ほらこんな風に位置がずれちゃうとなんか別人みたいな顔に見えちゃいますよね。言いたいことはわかるけど、これちょっとやりすぎじゃね？まあそうですね。ではこちらのデッサンの制作に入りたいと思います。正中線を角度に注意して直線で描きます。その上で2分の1が顔のどこに当たるのか、4分の1が顔のどこに当たるのかってことを見ていきます。たまたま今回は2分の1がまぶたの上にねぴったりとあったんですけれども、必ずそうなるとは限らないので注意してください。早送りでちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、先ほど示した書き順で書いています。人間が描くものなので完璧ってことはもちろんないんですけれども、これぐらい形が取れていればあとは微調整でなんとかなります。これは
グレースケール6段階明度に変換した画像です。こうして見ると大きな明暗の流れが分かりやすく見えてきますね。正面と影面である左側側面の境目はこんな感じで見えています。この黄色い線は正面と右側側面の境目です。今度はグレースケール12段階の明度で見てみましょう。こうして見るとハイライト部分の形がちょっとねはっきり見えてくるんですね。というわけでハイライト、肌の中で一番明るく見える部分はこんな形です。このように正面と左側面の境目、そして正面と右側側面の境目、それからハイライトですね。これらをはっきりと明度差で分けて顔の立体感を表現することにします。先ほど確認した通り、大きな明暗の流れを使って描いていくんですけれども、やはり頭蓋骨の形がどうなるか、そしてそこについている筋肉の形がどうなのか、そういった知識があると描きやすいですね。向こうから探すというよりは、ここはこういうはずだ、こういう形に見えるっていう確信のもとに描くことができます。これは顔だけではなく全身を描くときにも言えることなんですけれども、骨格、そして筋肉、それぞれの形がどうなっているのか、これはねちょっと覚えておくと本当にいいと思いますよ。今は髪の毛の部分、背景の部分をほとんど描かずに顔だけを描いてますけれども、もちろん髪の毛と背景を同時に描いていってもいいですよ。これはね動画としてちょっと分かりやすく見せるためにあえてこういう描き方をしているということもあります。とは言ってもね、少しずつ髪の毛とか顔と接する部分なんかは描いてはいるんですけれどもね。顔はこれで終わりというわけではないんですけれども、とりあえずここまでにしておいて、今度は髪の毛と背景の方の描写に移りたいと思います。先ほど説明した背景、黒い背景の手前に光る髪の毛ですね、その描き方をいよいよこれから説明したいと思います。髪の毛を塗っていくんですけれども、この段階でも一応明るく反射している部分は塗り残しておきましょう。この場合だと頭のてっぺんとか右側側面あたりですよね。そこはうっすらと色をつける程度にしておきます。6B、8B をメインに使ってるとありますけれども、当然ですね、もっと固めの鉛筆、例えば 2H とか HB とか、そこら辺の鉛筆もねもちろん使ってるということを忘れないでください。ではいよいよ暗い背景の手前に光り輝く細く白い紙の描き方について説明していきたいと思います。 8B などを使ってここまで黒く背景を塗ってしまうと、練り消しを尖らせたり、あるいは消しゴムの角を使ったとしてももう明るく消すってことがちょっと難しいんですね。こんな感じに細く消すってことはなおさらです。そこでこれを使って紙を描いてみたいと思います。これはユニボールのシグノホワイト太字です。ネットはもちろん普通の画材店でも売ってると思います。それって鉛筆じゃないじゃん。使っていいの？
絵は限定された画材でしっかり描くという醍醐味もありますけれども、混合技法ということで今回はこれを使ってみたいと思います。なんか自分の都合のいいように解釈してる。では実際にね使っているところをお見せします。これってペンなので画面を縦にしてるとインクが出なくなっちゃうんですね。なので画面は机の上に置きます。でこんな感じで髪の毛をねどんどん描いていくわけなんですけれども、今右手の下にはねティッシュを折りたたんで置いています。これは不用意に右手で画面をこすってしまわないために置いているわけです。この場合ティッシュの位置を固定してその上に右手を滑らせるように使いましょう。ティッシュごと移動してしまうと結果画面をこすってしまいますので注意してください。ちょっと待って、ティッシュの剣はいいんだけど、これってちょっと線が太くない？髪の毛にしては。はい、確かにそうですね。でも大丈夫です。とりあえずは線の太さは気にしないでどんどん髪の毛を描いていきましょう。ではこの太い白い髪の毛をどうするか、鉛筆を使って細くします。こんな感じで鉛筆を使ってどんどん白い線を細くしていくわけですね。ですから多少ちょっとね形を間違えたとか余分な線を引いてしまったとか大丈夫なんで、この白いペンを使うときはのびのびと描くといいと思います。これで線を細くできるのは分かったけど、この白ってちょっと明るすぎない？どうなのそれは。それも大丈夫。この上からですね鉛筆を薄く塗って若干暗くすることができます。そこで明度の調整をすればいいわけですね。そうなのか。こんな感じでどんどん白い線を細く、そして明るすぎるなと感じたのであれば薄く上から色を塗り重ねるという作業を続けていきます。はい、というわけで人物デッサンの顔完成です。どうでしょうか。髪の毛の部分もいい感じにできたんじゃないでしょうかね。こういった画材の使い方って僕はねいろいろ試してみると面白いと思うんですよね。なんというか鉛筆デッサンの表現の幅が広がるんじゃないかと思います。例えばそうですね、ガラスの質感表現、これ意外とねこの技法って使えるんじゃないかな。それからアボカドの表面の描写とかね、それにも使えそうですよね。他にもいっぱいあるかもしれません。僕は個人的にはこの技法って鉛筆デッサンの可能性を広げてるんじゃないかなというふうに思っています。皆さんもぜひお試しください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は人物の顔を斜めから見て、さらにはちょっと下から見上げた視点でね描いてみました。その時にどういう描き方をしたらプロポーションが正確に取れるかということをやってみました。それからもう一つ、このペンを使ってね髪の毛を描いてみたんですけれども、このペンの可能性っていうのはね、先ほども言いましたけども僕はすごく感じてます。ですからこのペンを使った新たな技法などをこれからちょっと研究していって、また動画で皆さんにねお伝えしたいなと考えています。ということで、今回の動画は以上です。皆さんお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。